なもう。高級食材は使ってないけど、はい、満足できるぐらいの量があって、まあ美味しいなと思えるようなものであるっていう方向でいくしかない。いらっしゃい。はい。そしたらあとはもう焼けたんで、はい、盛り付けていくだけなんですけど。綺麗ですよね。こういうことしないでさっと出しちゃった方があったかくてうまいんですけど、ただ見た目がちょっとね、なるべくこういうご飯が見えない感じで。そうやって手間かけちゃうと結局提供するのが遅くなるから、本当はこのお店はもう16年ぐらいですかね。3年4年ぐらいじゃないですかね。32歳でオープンして、はい、俺今何歳だっけな、46か7ぐらいだから。そうなんですね。あ、15年か。そうじゃないですか、そうじゃないですか。あ、そうだな。自分が何歳だか忘れちゃうからな、もう。やっぱり炭火焼きがこだわりだと思うんですけども、その焼くこと自体はそんな難しくなくて、やっぱりそのどんなに忙しい時でも温度をこう保つのが難しいんですよ。それは別に炭を使うとかでうなぎでも焼き鳥でも何でもそうですけど、炭がちゃんとしてる時だったら別に誰だって上手にできるでしょうけど、はい、いくらでも炭使っていいっていうんだったらあれですけど。3種類分けてるんですか？なんか違うんですか？いや、ただこれこのレードルが違うんで、入れ物を分けてるだけで小中大ってこのタレの量が違うから、それで分けてるだけです。この中に入ってるタレは同じです。こうやって大だったらこれぐらい、中だったらこれぐらいってやってたけど、ちょっとブレるし、はい、一人の人がずっとタレかけになったらできますけど、それで人によってちょっと変わっちゃいますね。ある人はこれぐらいで、ある人はこれぐらいだったら変わっちゃうから、それでなるべくブレないように。昔からもう豚丼一筋というか、その一品で勝負されてる。そう、オープンした時からそうです。だからそれしかできないから。
いや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 、まあ、その料理が何個もあれば選ばれやすいとは思ったんですけど、はい、勝負しても勝てないなと思って。家が食堂やってて、小さい頃から物心ついた時から料理してますとか、はい、料理の専門学校行ってどうとか、そういう人にそういうふうに全面的に料理で対決しようとしても勝てないじゃないですか。なるほどなるほど。ただ絞っちゃった方がなんとか勝負にもなりやすいだろうし、この立地も見つけづらいですね。予備校だとか大学だとか若いお客さんがいっぱいいるから、まあみんな3回ぐらい前だったら階段飛ばすと別に、はいはい、なんてことないだろうっつってターゲットの人たちをそうすればなんとかなるかなと思ってやったんですけどね。私が始めた時は、はい、振り切ってるお店ってやっぱりないんですよ。だからなんかやっぱりちょっと振り切ってるからボリュームあって、まあお腹空いて今日何食べようかなって思った時にそっちの方が思い出してもらいやすいっていうか、何でもあるとあそこにあれを食べに行こうって思いづらいじゃないですか、ブランドにこだわっちゃうと値段が上がっちゃうから、学生さんにお財布の中から出せるお金で食べてもらわないといけないので、高級食材を使って同じ値段でも量がすごく少ないんじゃ多分学生さん来ないと思うんですよ。だから高級食材は使ってないけど、はい、お腹がある程度は満足できるぐらいの量があって、まあ美味しいなと思えるようなものであるっていう方向で行くしかないんで、まあこういうのはあれですよ、お肉屋さんが頑張ってくれてるからですよ。お客さんから注文来て、はい、じゃあ初めて焼き出しますよっていうのは提供するのにやっぱり時間がかかるから、そう回転は悪いんですよね。だから何人来ようができる量は決まってるんで、頑張ってもね1時間にね、まあサイズにもよりますけど、中のサイズで頑張って40とか多分そんなもんしかできないんですよ。だから焼き場のキャパというか肉増量とかもないんですよ、うちは。とにかくここでしかやらないといけないから、はい、じゃあお客さん待たしちゃって申し訳ないんですけどって感じで、あらかじめ焼いといたのをまた温め直すみたいなのも美味しくなくなっちゃうから、それしかねやりようがなかなかなくて、はい、で今はまあずっとこういう感じでやってるんですけどね。なるほど。はい。大きな取ってからどうぞ。
い